皆さん、こんにちは。ヒロのポッドキャストのお時間です。このポッドキャストでは、主に外国の方に向けて、日本のことや私が住んでいる函館のこと、家族の過ごし方などについて、毎回テーマを決めてお話をしています。また、YouTube をご覧の皆様は、自動翻訳機能で、英語、インドネシア語に切り替えることができるように設定もしておりますので、こちらもぜひご活用ください。では改めて、凍えるような寒さが続いておりますが、皆さん暖かく過ごしていますでしょうか？風が吹いてしまうと、予定してたことが延期になったり、中止になったりといいことがありませんので、しっかりと体調管理をしていきましょう。そんな中、私はですね、長袖の T シャツというのが嫌いと言いますか、あんまり好きではないので、ほぼほぼですね、年中半袖の T シャツを着ております。昔は長袖の T シャツ着ていたんですけれども、いつの間にか袖があるのがですね、すごく嫌になってしまったというのがあります。何かするときにやっぱり袖がぶつかってしまうっていうのが、特にですね、こう違和感を感じて、あとは洗い物とか食器とか洗っていると、袖が濡れてしまうと、乾くまで何度も冷たい思いをするっていうのが嫌な感じがするんですよね。袖まくってたらまくったで、なんだか腕がこう窮屈になってしまって、いずいというような気持ちになってしまうというところがあります。周りからは、寒くないのと、心配されるのですけれども、今のところ意外と大丈夫なんですよねというふうに言って、こう返していったりということをしております。もちろんですね、半袖の上にダウンコート、着たりですね、するんですけども、変なファッションだっていうことは分かっているんですが、もう少しですね、このまま過ごしていきたいなというふうに、思っております。皆さんの中にもですね、同じくやっぱり長袖嫌いだよと、やっぱりずっと半袖の方が好きなんだよねという方、いらっしゃらないでしょうか。あまりいらっしゃらないかなとは思いますが、もしですね、わかるという方は、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。ちなみに、先ほど私は袖がついた長袖をまくるということが嫌で、なんだかですね、腕が窮屈になってしまって、いずいんですよね、というふうにお話をしました。このいずいという言葉は、違和感があるですとか、なんとなく変、もやもやした気持ちになる、こんな意味を持った言葉であります。そしてこのいずいという言葉は、日本のどこでも使われるわけではなくて、一般的には北海道でよく使われる言葉ですので、北海道弁というですね、方言の中の一つというふうに分類をされている、そんな言葉となっております。なので、東京とか大阪で使うときには、こちらの言葉伝わらないことがあるので、注意しなくてはいけません。反対に北海道であれば、ほとんどの人が伝わるかなという言葉ですが、10代の方ですとか、もっと年下の、子供とかだとですね、いずいという言葉、あまり使ったことや聞いたことがないということかもしれませんので、話す、相手によってはですね、注意が必要というふうになっていきます。この方言というのは調べていくと、とってもですね、深い話になっていくので、今回はあまり触れませんが、何か北海道弁で、こんなの聞いたことあるだとか、これって今でも使う言葉なののような質問があればですね、こちらもぜひコメント欄で教えていただければ、私のわかる範囲で回答していきたいと思います。では、今日のテーマの方に移っていきましょう。今日のテーマは、日本の年賀状文化ということについてです。皆さんは年賀状という言葉を聞いたことはありますでしょうか？年賀状ははがきと同じ形をしておりまして、いつもですね、交流している友達ですとか、社会人の皆様であれば、会社の上司の方、または部下に対して、新しい年を迎えたので、今年もよろしくお願いします。そういう気持ちを伝えるものとなっています。日本以外の国でも、挨拶の手紙やカードを送るという文化、こちらを持っている国というのもたくさんあると思いますので、なんとなくイメージがつく方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一般的には年賀状の表面、失礼しました。裏面には、その年の干支を入れた絵を印刷して、空いてるところに挨拶の一文を書いたり、あるいは印字をしたりというのをしています。そしてこの干支というのは、もともとは中国が発祥のようなんですけれども、日本では12匹ですね、いまして、ね、牛、虎、う、たつ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いというですね、12の動物、こちらが干支として日本は定められております。1年にそのうちの1匹がその年の干支というふうに定められる、そういったものであります。ちなみに2024年は初年というふうに言われていて、いわゆる竜ですね。ドラゴンといいますか。はい。そちらの年でした。そして来年は実。これはですね、蛇ということになっておりますので、辰年の今年から来年は実のですね、蛇年になっていくというふうに、に決まっております。この干支はですね、最初日本だけの文化なのかなというふうに私思っていたんですが、アジア圏のタイですとか、ベトナムといった国でも同様の考えがあるというふうに知りまして、日本だけじゃないんだなっていうか、そもそも中国発祥なんだなっていうふうに改めてですね、びっくりしたなというところがあります。ただですね、そういった国とは、やっぱり日本の干支とはですね、一部動物というのが違うようで、中でも4番目の干支っていうのが日本では「う」というですね、つまりうさぎにあたるんですけれども、タイだとかベトナムでは猫のようなんですよね。同じ考え方なのにちょっと動物が違うっていうのはなんだかちょっと面白いなというふうに思いました。特にですね、日本にはこう猫が好きな人って多い印象がありますので、猫だったらよかったのにというふうにですね、思う日本人の方も多いのではないかなというふうにもちょっと思ったりします。このようにですね、動物がちょっと違うのは、きっと何か理由があるのだと思いますが、ぜひですね、詳しい方、コメント欄で教えていただければと思います。こんな動物だったらよかったのにとかですね、いやいや、もともと、今回だったら猫の話しましたけども、ウサギが好きなんで、うのままでいいのになっていうふうに思う方もたくさんいると思うんですけれども、そういったですね、干支にまつわるお話、皆さんからちょっとお聞きできれば嬉しいなと思います。それから日本の年賀状の裏面にはですね、干支のですね、絵が入っているものを使うというふうにお伝えしましたけれども、子供のいらっしゃる家庭だと、家族の写真ですとか、子供の写真を印刷する、そういった家庭も多いなという印象があります。どこかに家族で、旅行に行った時の写真ですとか、写真スタジオで、綺麗に撮ってもらったもの、これを印刷して、年賀状の裏面に、写真をですね、載せるという方も多いのかなというふうに思っております。その中、私たちのですね、我が家では、個人情報がやっぱりどうしてもちょっと気になるっていうところがあるので、ちょっと私たちは今のところ載せてはいないんですけれども、載せるところはですね、そういった家庭はやっぱり力が入ってるなというふうに見たら思いますし、そういう家庭は、プリントを自分たちでするということもあるとは思いますが、印刷会社に依頼するということも多いというふうに聞いたことがあるので、それくらいですね、やっぱり年賀状に対して日本の方っていうのは強い気持ちを持っていたりするというのがあったりします。なので、年賀状を出した相手から、失礼しました。年賀状を出したのに、相手から、返事が返ってこないなんてことがもしあったとすると、出した人はですね、あいつから返事来なかったなという印象を抱かせてしまうことがあったりもします。特に厳しい人だと、会社関係の人だとですね、やっぱりこう、失礼な人とか、無礼な人なんていうふうに思う人も中にはいたりというのもします。こういったですね、印象を持ったりしないようにするために、万が一ですね、自分は出していないのに、相手から送られてきた。そういった場合は、やっぱり返事をですね、送ることが必要というふうになっていきます。ただ、返事を送るときにはですね、これもまたルールというのがありまして、
1月7日のいわゆる松の内までというのがありまして、それを過ぎる場合は、寒中見舞いという年賀状とは別のタイプのハガキで返事を書くことが必要というふうになります。で、今のですね、松の内って何っていう話なんですが、これはですね、門松だとかっていうですね、お正月に飾りを飾る期間というのがありまして、それ以降は、お正月を過ぎているということになるようで、年賀状は使わずに、寒中見舞いというハガキで返事をするということになっていきます。ここまでですね、聞いていただいた皆様お気づきだと思いますが、年賀状のやり取り、非常に面倒な上にルールが複雑というところがあったりもします。なので、日本でのですね、年賀状のやり取りっていうのが、実は年々減っているという話が出ております。特に、10代から30代の方はですね、SNS の普及などで、年賀状のやり取りをしない傾向になっているとも言われておりまして、これらをですね、考えると、それはそうかなというふうにも思います。そもそも年賀状はお金がかかるもの、でありますし、1枚ですね、85円もするというところがあります。なので、仮に50人の人に出すとすると、合計で4250円かかる計算というふうになっていきます。SNS で返事をすれば、送信をすれば0円、強いて言えば通信料ぐらいであるにもかかわらず、こんなにお金かかるというところ。さらに、印刷するためのですね、お金も時間もかかるということがあります。参考までにお金のことで言えば、年賀状には、お年玉商品の番号というのが、全てに振られているんですけれども、簡単に言えば年賀状に振られている番号が年明けに発表される、そういった当選番号っていうのがあるんですが、それと一致していれば商品がもらえるっていうのがあるんですけれども、それだとしてもですね、やっぱり SNS で送信をした方がお金かからないですし、時間をかからずに、挨拶ができるっていうところ、そういったメリットがあるというような話になっていきます。なのでですね、ほとんどの人はやっぱり赤字になるからですね、年賀状にやり取りしたくないかなっていうふうに思っている方が増えてきている、そんな、ところがあったりもします。そこまでしてですね、挨拶をすることに意味があるのかと、やはり疑問に思う方が増えてきたということが考えられますが、ただですね、それだけ時間をかけて相手のことを考えて挨拶をするというのは、考え方自体はやりすぎなければとてもいいことなのかなというふうにも、私個人としては思いますので、この先年賀状のやり取りは減少の一途たどることは変わらないのかなとは思いますが、相手のことを思う気持ちだけは忘れずにしていきたいなというふうに改めて考えさせられております。日本以外にも挨拶をするカードを送る文化、こちらあるというふうに聞いたことがあるという話をしましたが、もしそういったことがある、見たことがあるな、うちの国ではやってます、ということがあれば、ぜひですね、コメント欄で、そういった内容を教えていただければと思います。さて、ここまでですね、日本の年賀状文化について簡単ではありますが、お送りをしてまいりました。このポッドキャストでは、日本の家族のこと、家族の過ごし方、失礼しました。函館での家族の過ごし方などについて、今後もお話をしていきますので、ぜひ、いいね、チャンネル登録、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。ここまでヒロがお送りいたしました。次のポッドキャストでお会いいたしましょう。